今回はスウェーデンで買った新居のリノベーション動画第1弾。夢のマイホームなのにこのままじゃ住めないってどういうこと？床も壁紙も全部剥がしてお部屋丸ごと大改造しちゃいます。そしてリノベーションにかかった合計金額とは？ぜひ最後までご覧ください。以前まで猫部屋として使われていたこちらのお部屋、内見に来た時は個性があふれていて素敵だなと思っていたんですが、入居してみると猫のおしっこの匂いがきつすぎるということで床を剥いでみることにしました。でも床を剥がしていくうちにどんどん雲行きが怪しくなってきましたよ。 I think they lied. What do you mean? There's no floor under this floor. What? You wanna come in and check? Yeah. This is more than I thought, huh? This room is gonna need a full renovation after this. Yeah. 私たちが何に驚いているかというと、床の下の状態というのも、前のオーナーからは猫用の床は簡単に剥がせてその下には元々の黒い床があると言われていました。でも実際に剥いでみたらあるはずの床がありません。そして床自体も糊で壁にべったりくっついていて、剥がすだけで壁がボロボロに。なんか思ってたのと全然違うとは思ったんですが、もうしょうがないということでこの床はとりあえず捨てることにしました。Oh, it stinks so much. ありがとう。Oh, hello, Gemma. Hello, my girl. Hello, Brian. Oh, I feel like I need to wash my hands again. 元々の部屋の匂いが100だとすると、この時点の匂いレベルは30くらい。あの床にあれだけ匂いが染み込んでいたと考えると怖いんですが、もっと怖いもの見つけちゃいました。長年染み込んだ猫のおしっこの匂いを消すため、ペットショップで猫の消臭スプレー買ってきました。If there are like stains in places, like there's a stain. こんな感じで壁や床、天井にもスプレーして、この日にほぼ1本使い切ったんですが、猫のおしっこの匂いがどれぐらい消えるか次の日チェックしてみたいと思います。So I'm by myself in the house today. So it's still stinking here for sure, but it's so much better than it was. It's more stinky than I wanted it to be. Otherwise today, the plan is to remove all of the wallpaper, remove all of this, if it's possible. 壁紙を剥がすのは意外に簡単らしく、まずはお湯にお酢を混ぜた液体を壁全体に染み込ませます。次にヘラなどで壁に切り込みを入れ、5分から10分放置。壁紙が柔らかくなったなというタイミングでひたすら剥がしていきましょう。ちなみにヨハンは身長が2メートル以上あるので、ドアの上や天井にも簡単に手が届くんです。新居に引っ越してきて電気を新しくつけたり電球を変えたり、こうやって壁紙を剥がすのも手が届くって本当にいいなと思いました。Yeah. And then I'm not even sure if this is wallpaper or not. I'll see what we'll do with this. These are stickers, so I can at least remove them. These ones. よく見てみたら、これは白い壁紙の上に木と葉っぱの絵が描かれていました。そしてその上に鳥のステッカーが貼ってあったので、まずはステッカーを剥がしていきます。そしてさっきと同様に切り込みを入れて壁紙を濡らし、10分くらい経ったらあとは剥がしていくだけ。こんな感じで一人で8時間ぐらいかけて全ての壁紙きれいに剥がしてもらいました。そして一番不安だった猫のおしっこ問題ですが、ここでようやく解決策が見つかったみたいですよ。Just painting the
ground for no reason. It's like this kind of paint. It's a primer, a stock primer. It's called, which means it's like smell cover paint. So it's a lot more dense than normal paint. I think it's like almost like a plastic inside or something. I'm not sure though. But it's something that should stop all the smells from the floor under. I think on this wall we need to do all the way like here with Anna. All these places I think might be cascade stains. I think this was same thing all along the bottom. Probably all of the walls we want to do all along the bottom. But let's start with this wall and this wall, right? この塗料すごく高いんですが、床だけではなくてもう壁にもたくさん使って匂いを封じ込めていきたいと思います。そして猫のおしっこの匂いがなくなるまで塗り続けた結果、部屋の壁も床も真っ白になりました。もうどうなるかわからなかったので、ただただ嬉しい気持ちもあるんですが、スプレーや塗料などを買うだけで3万円以上かかってしまいました。でも本当に匂いがなくなったので、この方法を見つけてよかったなと思います。ここで折り返し地点ということで、次は床と壁紙選びにお店に行きますよ。やってきたのは塗料の専門店。ここに来ればリノベーションに必要なものが全部揃うということで、私たちはここから床と壁紙を選んでいきたいと思います。壁紙はスウェーデンのブランドだけでも何千種類とあるみたいで、古いものから新しいものまでこうやってコレクションごとに本でまとまっているので、ペラペラとめくりながら考えることもできました。もしお気に入りが見つかったら、こうやって鏡の前で壁紙を確認することもできます。2人パパのお家みたいに部屋の中で一つの壁だけデザインや色を入れるアクセントボールが素敵だなと思っていたので、シンプルめなものとデザインのあるものを2種類選びました。初めての壁紙選び、一番品揃えが多かったスウェーデン発のボロスタペーテルというブランドをおすすめしてもらったんですが、北欧らしい色使いとデザインがどれも可愛くてすごく迷いました。私が最終的に選んだのはライラックスというこちらの商品。だいたい10メートルぐらいで1万2000円くらいでした。まずはアクセントボールじゃない他の3面にこの白い壁紙を貼っていきます。ちなみに今貼っているこの壁紙はさっきのデザインされた壁紙の3分の1のお値段で1ロール4000円ほどしました。この部屋は大きさが5畳もないので壁紙がそんなに必要なかったんですが、専用の糊や刷毛、ローラーなども合わせると、この壁紙を変えるだけで使ったお金はおよそ5万円。家を買った時はもともとリノベーションをする予定じゃなかった部屋で、ほとんど下調べができない状態で始めたという理由もあるんですが、この部屋の他にも家のさまざまな不調や危険な箇所など20箇所以上を修理したり、新しい家具もたくさん買う必要があったので、この部屋を一番最初にリノベーションしなくちゃいけなかったのは正直痛手でした。本当はこの部屋よりも先にヨハンの仕事部屋やリビングの壁紙を買いたいなと話をしていたので、かなり申し訳ない気持ちもあるんですが、自分の好きなように最初から壁紙や床を選んでこうやってリノベーションができたので、私にとってはラッキーでした。そしてこのリノベーションをほぼやってくれたヨハンに本当に感謝です。I'm getting ready to do the final wall back here. As you can see, all of the other walls are done now. There's only one wall left. And I'm using this wallpaper right here. So I'm gonna set up the time lapse to do that now. And then after that, it's just the floors left in here before we can start furnishing. ということで4枚目の壁に壁紙を貼っていきたいと思います。この壁紙はお花のデザインがあるので、それを左右で合わせて貼っていく必要がありました。タイムラプスではすごいあっという間に見えるんですが、
何度も貼り直してすごく時間をかけて頑張ってくれました。この部屋は私の編集仕事部屋に使う予定なんですが、今貼っている壁紙の反対側にコンセントがあるので、このアクセントボールがバックグラウンドになるようにデスクやパソコンを置きたいなと考えています。またトーク動画やいつか YouTube ライブをするときにこの壁紙だけではシンプルすぎるかなとも思うので、壁に直接棚を取り付けたりアートを飾ったり照明や植物を置いて奥行きを作ることが次の目標です。もし皆さんも家具のアイデアや空間の使い方などにアドバイスがあればぜひコメント欄で教えてくださいね。Okay, I'm done for tonight. And the wall is pretty much done. 壁紙の下の糊が乾くまで一晩待ったら最後に床を張っていきますよ。床を張り替えるのも初めてで、床の値段がどれくらいするか見当もつかなかったんですが、お店の人に相談すると一番安くて1平方メートル6000円くらいと言われました。今ご覧に入れているふわふわめのやつは1平方メートル8200円ほど。でもこの5畳の部屋だけで5万円かかるのはきついなと思い、オンラインショップで半額以下で見つけたこちらを購入しました。普通の床はもっと高いというのもあるんですが、動画やナレーションを撮る際の実用性も考え、吸音性があるこのカーペットタイプの床を選びました。そしてカーペットタイプといっても50センチの正方形になっていて、とても使いやすい大きさだったので、こんな感じで両面テープを使って床に直接貼って固定していきました。So that's about it for the floor. The floor's all in here, huh? So that's awesome. So the next thing is to just put up the trim for the wall. 最後に幅木と呼ばれる壁と床の境目に使われるこちらのパーツを固定し、部屋のリノベーションが完成です。そしてこの動画でお見せした猫の匂い問題、壁紙、床を直すのにかかったリノベーションの合計は作業時間がおよそ3週間、かかった金額は12万円ちょっとでした。動画ではもちろん匂いをお届けすることはできないんですが、悪臭もなくなり新品なフレッシュの匂いで仕事ができるようになりました。ということで入居して最初のリノベーションはこんな感じだったんですが、引き続き家の中も外もリノベーションをたくさんしたので、次週はそちらをお見せできればなと思っています。リクエストや感想などぜひコメント欄にシェアしていただけると動画制作の励みになります。また高評価ボタンやチャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは来週もお会いしましょう。全然開かない。いや、多分ね、まだ 10% ぐらい。あ、いくよ。ヘイドー。